ちは。はい、購入品紹介をします。今回も素敵なものを手に入れることができたのでお披露目します。で、まず AMH さんで紬車を体験できるワークショップで作った糸です。まだより止めをしていないのでちょっとねくるくるしてる感じなんですが、はい、こんな感じで糸を紡ぐことができました。最初のね Vlog の方で紡いでるところ動画を載せたんですが、 AMH さんで使っているルエの紬車は紬車の上のところにかせ上げ機がついているんですよね。だから紡いだボビンからそのままかせにできるっていうとてもね便利な紬車になっていました。でそのかせ上げ機かせ上げ機の部分は割と簡単に取り外しができるようになっていました。これいいですねって私も欲しくなっちゃいましたっていうお話をしてたんですけど、なんか最近日本で売っているのはこの形はもしかしてないかもしれないみたいなことを AMH さんの方がおっしゃっていて、確かに調べたら出てこなくて、私の調べ方が悪いのかまだちょっと軽くしか調べてないのでなかったので、今そのかせ上げ機付きのがあるのかそれとも別で売ってるのかちょっとよくわかんないんですけど、あれね便利だったから地味にかせにするのが面倒なんですよね。だからいいなって思いました。でそのルエンの紬車も今はねすごく高くなっていてっていう話で調べてみたら確かにすごい高くて、今のね私にはちょっと手が出せない値段だったんですが、でもねあれ可愛いので憧れがあります。でこの羊の種類はキャッスルミルクという羊のこの毛です。なんかねほんと弾力があってもちもち感があってでぬめり感というかしっとりしていますね。はい、でこんな感じで紡いだ状態になっています。ちょっとあんまり上手にできなくて太いところとか細いところとかあるんですけど、これもまた可愛くていいかなと思います。このワークショップは500円のワンコインでできて短い時間ですぐその場でできたので、是非気になる方は行ってみてください。でもそうですね、その西荻のことカフェで出店されている時毎回ワークショップやってるのかっていうのが調べてなくて、私が行ったのは11月でなんか2ヶ月に1回出店されているっていう話を聞いたと思うんですけど、インスタグラムを見るとこの投稿を見るとスピンドルで糸紬とこのカードサイズの見えますかね、オールみたいなやつなんて言うんでしょう、これはカード&バンドウェービング体験って書いてあるので、だから毎回ワンコインでちょこっと体験できるワークショップは種類が多分違うのかなと思います。はい。でそうこれがワークショップで紡いだので、これはだいたい 2g ぐらいですね。メーター数がわかんないんですけど、これくらいワンコインで紡ぐことができました。はい、で AMH さんはワークショップもやっていたんですけど、道具類もね置いていて販売もされていたので一つ購入しました。それがじゃーん、このドロップスピンドルを購入しました。ス
ピパに行った時も AMH さん出店されていて、一緒にスピパに行った春の子ちゃんもねこれを買っていたので、ちょっと勝手にお揃いにしちゃいました。でスピパの時もねこれ気になってたんですよね。ターキッシュスピンドルを AMH さんでその時買ったんですけど、こっちのねドロップスピンドルもこの羊さんのね柄が可愛くて、でこの木の色の感じも好みだし、形もね可愛いのでいいなって思っていて、今回また出会っちゃったのでちょっと思わず買ってしまいました。でスピンドル他のところで買ったのも持ってるし、もちろん AMH さんのターキッシュスピンドルもそうなんですけど、やっぱ道具って見ると揃えたくなっちゃって集めたくなっちゃうなっていう感じです。はい、で AMH さんではこのワークショップで紡いだ糸とドロップスピンドルでした。はい。でその西荻のコトカフェの上には手芸屋さんがあって、ブルードゥニームさんという手芸屋さんも見て、もう入り口が可愛くて、階段登っていくところからもうテンションが上がりまくって、でそこで購入したのがこの袋に入れていただいたじゃん、布を購入しました。見てこれ、わかりますか？かぎ針で編んだこういうモチーフが並んでいる柄の布なんですよ。これ見た時にこれは絶対プロジェクトバッグにしたいと思って、で購入しました。でブルーデニームさんはカットクロスもカットされている状態の布も売っていて、あとは自分でサイズを言ってカットしてもらって購入することもできたので、30センチからカットしていただけるっていうことだったので30センチで購入しました。こんな感じ。また巾着型のプロジェクトバッグにしようかなと思います。でこれ以外にも刺繍柄とか、あと何だったっけな、もう一個かぎ針で編んだようなお花のモチーフが並んでいるのとかもありました。で他にも可愛いね花柄とかたくさんあって、もう自分の好みドンピシャのものもいっぱいあったんですけど、布はね買ってもなかなか使うことってなくて、で手芸屋さんに行くと布とかね可愛くてテンション上がって買っちゃうことが多いんですけど、結局使わないことってあるので、毛糸もそうですよね。だから絶対に縫って使うぞっていうこれだけ購入しました。で西荻のコトカフェ、また他のねいろんなお店屋さん、手芸系もそうだしカフェとか、今回はお菓子屋さんとコーヒー屋さんとかも出店されていて、そう日によって違ったり期間によって出店されているお店が違うので、また気になるお店があった時に西荻のコトカフェ行って、このブルードゥニームさんもまたね寄って他の布をちょこちょこ買い足そうかなとか思いました。で布以外にもアクセサリーとか布小物の完成品とか、あとリボンなんて言うんでしたっけ、刺繍がしてある可愛いリボンとか、ポンポン付きのリボン、ブレードっていうのかな、ああいうのとかも好きな長さでカットして購入することができたし、あとワッペンとかもありました。ちょこっとワンポイントに使えるようなものとかも販売されていて、とっても可愛かったのでおすすめです。
はい。で、ブルーデニームさんではこのね、布を購入しました。西荻のコトカフェとブルーデニームさんは西荻窪駅から徒歩何分かぐらいで近かったんですけど、その後ね、阿佐ヶ谷まで電車で移動して時々 R さんに行ってきました。時々 R さんではじゃーん、この2つを購入しました。これだと反射してわかんないので中身を出します。じゃーん、この2色の羊毛を購入しました。こっちの薄い方がスコットランドファインの毛です。そして倒れちゃった。そしてこっちの濃い方がシェットランドのこのね焦げ茶色です。でどっちもトップなのでこのまま紡げる状態のものになっています。で最初ねこっちのスコットランドファインの方のこれが一番最初気になったんですけど、もうちょっとねワントーン濃いのがいいなと思ってでちょうどいいのないかなって思ったらこっちのシェットランドのこの焦げ茶の方が上の方にあるのに気づいて、でもねこれよりもうちょっと薄いのが良かったんですよ。でお店の方にねこれとこれのちょうど中間のってないですかねって聞いたらちょっとないっていうことだったので、これとこれをね混ぜたらいいんじゃないかなっていうことを話して、でも混ぜるのが結構時間がかかるっていう話だったので、そういうのまだやったことなかったので、それならこっちとこっちそれぞれ1本ずつ紡いで送子にする時に合わせたらいいんじゃないですかねってお店の方に言っていただけて、それいいっていうそのアイデアいいって思って、でこの2色を購入しました。それぞれ 250g ずつ買って全部で 500g 買ったんですけど、これでねウェアを編みたいなと思っています。でまだ自分の好きな太さに狙った太さに紡げるっていう技術はないんですけど、とりあえず並太ぐらい、並太よりもちょっと細いのがいいんですけど、それくらいを目指して紡ごうと思っています。で紡いだ太さを見てから編むパターンを決めようかなと思っています。長袖で糸が足りなそうだったら短くしてもいいしベストにしてもいいなと思っていて、ベストにしてその分残った糸はまた別の何かにしてもいいし、これでウェア作り頑張ってみようと思います。でスピパでね購入した羊毛たちも全然何もしてないのにまた500g 購入してしまいました。手触りはやっぱりシェットランドの方がガサガサ感は多少ありますね。でこっちのスコットランドの方は柔らかい感じ。でもそこまですっごい柔らかいっていう感じではないんですけど、なんだろう、どっちもね可愛いんですよ。語彙力がなくてこのね羊の毛の良さが上手に伝えられないんですけど、とっても可愛いです。はい。でね今回行った時誕生日がね私の誕生日が近くて、それで一緒に行ったねお友達がね誕生日プレゼントでこれを買ってくれました。かわいいで多分これを紡いだ糸の見本っぽいのが置いてあって、それがすごいかわいいって私が言ってたら、じゃあこれ紡ぐって
ね、友達が言ってくれて、誕生日だから買うよって言って買ってくれました。見てこれ。全部出しちゃおう。これはサフォークのネップミルクロールって書いてあります。で、全部で 67g です。広げると、じゃーん、こんな感じです。かわいい。ピンクとか黄色とか青とか、あとエンジっぽいのとか紫っぽいのとかも混ざっています。かわいい。で、これはせっかくこれ買ったからこのドロップスピンドルで紡ごうかなと思っています。67g なので頑張って紡ぎます。で、あとね、お見せしたいものが3冊あって本なんですけど、編み物本で紹介したいものがあります。で、1つ目がこちらです。クンストレースの本です。で、これは東京の美濃市の時にフォルクローラさんで購入しました。で、東京の美濃市の時の Vlog と購入品紹介も出しているんですけど、で、その時にね、紹介し忘れていた本です。で、クンストレースはね、何個かは編んだことあるんですけど、それはまだ小さい糸入りぐらいの大きさで、フォルクローラさんでこの本を見た時にまた編みたくなっちゃって購入しました。で、このクンストレース、北尾英子さんの本、この本は前からね気になっていたんですよね。で、図書館とかでパラパラ見たことがあって、クンストレースの本ってそんなに出てないので、クンストレースやる方はこの本表紙だけとかでも見たことある方多いんじゃないかなと思います。で、クンストレースも楽しいんですよね。この中心から編んでいってね、こう編んでいくのが楽しくて、また編みたいなと思います。はい、で、私は前にレースを習っていたことがあって、それはかぎ針で編むレースと、あとバテンレースとかタティングレースとか、あとなんだっけ、いろんなあらゆるレースを習っていました。で、その中でクンストレースも習って、多分この表紙にあるこのパターンを課題で編んだような気がします。なんか見覚えがある。で、1つ目がこの本で、あと2つ紹介したい本はブックオフで購入しました。この2冊です。はい。で、まずこっちの北欧ワンダーニット不思議で素敵な10のテクニックっていう林琴美さんの本です。で、ブックオフって表紙のここに値札シールが貼ってあって、これがね上手に剥がせませんでした。後でちゃんと綺麗に剥がします。で、これはねいろんな技法が載っているので、これを読んでマスターして自分の作品作りに活かしたいなと思って購入しました。はい。で、これとあともう一つがカラフルかわいい犬のセーターという本です。で、犬のセーターの編み方の本でいろいろ出てると思うんですけど、これの本のいいところが基本の犬のセーターの形が載っていて、で、部分のサイズも SM サイズと M サイズと L サイズのサイズがそれぞれ載っているんですよね。例えば胴回りとか腕のところの長さとか、あとお腹側のこの長さとかも全部分かりやすく載っていて、このねサイズを見ながら自分でデザインもしやすいなと思って、それがいいなと思って買いました。
もちろん編み図も載っているので、それを参考に編むこともできます。でこの本を参考に自分家の犬のセーターとか、お友達ワンコとねお揃いで編んで一緒に遊んだ時とかお揃い写真撮りたいなと思います。では今回の動画は以上になります。ここまで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。